ヘルマンだね。はい。お召しでありましょうか、リヒャルト様。当たり前だろう。用もないのに君など呼ぶものか。は、申し訳ありません。君はペレグリー氏にはまだお会いしたことがなかったはずだね。はい。喜ぶといいよ。君のような愚物があの方に拝謁し献身する機会が来た。それも僕と共にだ。光栄です。そうそう、模範的なお返事だね。だがヘルマン、覚えておきなよ。ペレグリー氏がどれほど素晴らしい方だろうと、君は僕のものだ。あの日からずっとね。心得ております。では行くよ、プレロマへ。ゼノサーガアウターファイル01。ねえアレン君、ジュニア君とガイナン氏って親子なのかな。兄弟にしては随分年が離れてるみたいだけど。世襲用にセルフクローニングしたとか隠し子だとかゴシップはあれこれ聞きますけど。クローンではないと思います。ゲノム配列が微妙に違う感じ。すごい。ももちゃんそんなことまでわかるの？ママは観測用ですから。そうですね。親子兄弟というほど差異はないのに同じ構造とは言えないような。そんな存在ってあるの？塩基配列が 0.1% 違えば完全に他人なのに。誰が隠し子だって？いや素晴らしい海岸だね。とても人工ビーチとは思えないよ。うちの新製品だからな。天候も変えられるのが売り。青空ばっかじゃ芸がないってね。雷は、いや、シオン？止めて！雷は嫌！コスモス！
あれは過去の出来事。もう変えようのない起こってしまったこと。ごめん。雷は嫌なのよ。シオン、せっかくみんなで楽しみに来たんだったよね。私ももっと遊ぼうかな。シオン、過去は変えられないよね。だから忘れなくてもいいと思う。ただ思い出すたびに見つめ直すんだ。見つめ直す。そう。そして痛みの塊のことを全部知ってしまうんだ。それがどんな大きさでどのくらい奥深くに救っているのか、それをきちんと知っているだけで生きていける。ちょっと落ち着いたかな。よかった。このお茶ファウンデーションでは人気あるみたいですよ。ごめんねアレン君。さっきはせっかくみんなで遊んでたのに。いいんですよ。主任疲れるようなことばっかりでしたからね。疲れたら僕の胸で休むといいよ。とか言えたら苦労しないんだけどな。何か言った？いえ何も言ってませんよ。それにしてもちょっと意外だったかな。包容力あるよねケイオス君って。ケイオス君ですか。あそうですね。包容力たっぷりですね。あんまり考えたことなかったけど、ケイオス君って見た目通りの年齢じゃないのかもしれないのよね。はあ。そりゃ原種保護法で制限が増えたといっても肉体年齢を操作する方法なんていくらでもありますからね。そうよね。僕なんかそれよりもエルザで最初に会った時のことの方が気になってますよ。誰でも何か一つ自身を定義づけできるものがあるはずだよ。とか言われてなんとなく納得しちゃいましたけど、ヒルベルトで固着することなしにグノーシスに干渉することなんてできるんですか？と言っても目の前でそれを見ているものね。いえ、正確にはその現象を知覚した。どういう意味です？ある現象が発生することとそれを知覚することは必ずしも等しくはない。そうじゃない？そんな。いやでもむしろそう考えた方が。でもね、知覚した人本人にとっては発生した現象と知覚した現象に差異はないわ。だったらそれでいいんじゃない？ケイオス君はケイオス君だもの。主任、そんなんで納得しちゃえるんですか？納得したわけじゃないわ。ただ受け入れることにしただけ。わからないことを全部。アレン君、お茶美味しかった。ありがとう。主任、もうちょっとゆっくりしていっても。ごめん、ガイナン氏から夕食に招待されてるの。ガイナン氏に招待？例のデータ明日でなくても大丈夫よね？いやそれはもちろん。よかった。それじゃあごちそうさま。ガイナン氏と食事？おい、それってヤバいんじゃないか？データが明日までにできないってのは今日は遅くなるって意味か？こうしちゃいられないってどうしたらいいんだよ。
今日はお招きに預かりましてありがとうございます。いえ、先ほどはこいつが失礼をしたようですからね。保護者として埋め合わせようと思いまして。誰が誰の保護者だよ。でも昼間のことは私が悪かったんです。ジュニア君は気分転換させようと気を使ってくださったのに。あなたは優しい方ですね。でも時には厳しさというものがしつけには欠かせないのですよ。おい、しつけってどういう意味だよ。なんだ、しつけてほしいのか。今お前が言ったんだろ。おいおい、食事中に大声を出すなんて、まずはお行儀から始めないとな。ほら、シオン楽しそうにしてるぜ。よかったな、狙い通りで。まあそういうもんだ。レディのために同契役になってやるくらい年長者としては軽いものだろ。またそれかよ。にしてもやっぱり考えすぎだろ。俺たちの力に気づいてるっての。まあそうかもしれんな。ところで先ほど恩師から連絡をいただきました。それも CEO 自らね。へえ、ヴィルヘルム氏本人からか。コスモスについて何かお話があったんでしょうか。いえ、あなた方の安全を気にかけてらっしゃいましたよ。ハードウェアのみならずスタッフも重要な財産だとね。まあ当方としてもベクターには借りが多いものでしてね、わずかばかりでも返済する機会が与えられてむしろ助かっているくらいですよ。そうそう、だから遠慮なくくつろいでいってくれよな。エルザの連中やケイオスもあんたたちを気に入ってるみたいだしな。ケイオス君。何か。いえ、ケイオス君が空海ファウンデーションに協力するようになってから長いんですか。どういう意味でしょあ、いえ、彼あんなに若いのにずいぶん皆さんに信頼されてるみたいでしたから。外見的年齢と能力や信頼には何の関係もないもんだぜ。う。お前が言うと自分を強がって見せているようにしか聞こえないな。だとまあ落ち着け。宇月さん、年齢だけを問題にするならあなただって随分異例な存在だと思いますよ。私がですか。18歳にしてベクターインダストリー第一開発局に入局。それからわずか4年であれほど重要なプロジェクトの主任を務められている。普通では考えられないことだと思いますよ。そういえばそうなのかもしれません。彼は我々にとって得難い協力者ですし、能力と同等以上にその人となりを私は信頼しています。ええ、私も同じです。すみませんでした、変なことを聞いてしまって。だいぶ遅くなってしまったな。すみません、お買い物に付き合わせてしまって。問題ない。第二ミルチアに到着するまで君を護衛する任務は継続中だ。ジギーって真面目なんですね。おかしいか。すまんな、自分はこういう言い方しかできない。いえ、ジギーらしくてママは好きです。そうか。それにしても活気のある街だな。とても無軌道型コロニーの内部とは思えん。ママはずっと惑星上で暮らしてましたし、市街地の空気も知らなかったので何もかも新鮮です。そうだろうな。そう思えば君がさらわれたことも完全に意味のないこととは考えなくて済むかもしれん。ええ、シオンさんやジュニアさんやジギーに出会うことができましたから。そうだあら、あれは。あいて。おい、いつけろ。すみません、すみません。主任、どこに
行かれたんですか。アレンさん、人混みの中を走るのは危ないぞ。あ、ももちゃんにジギーさん。一体どうしたんですか？いや、その人を、いや店を探しててね。お店ですか？そう、なんというか食事のできる雰囲気のいいところ、どこか知らないかな。わかった。シオンさんを誘う場所を探してるんですね。いや、誘う場所じゃなくて誘われた場所なんだけど、誘われたってのは僕じゃなくて主任がガイナン氏。いやそんなこと言いたいんじゃなくて。言いたいことはよくわからないが、ここから2ブロック先は飲食店が集中していた。行ってみるといい。ありがとうございます。それじゃあ。行っちゃいました。ああ、必死なのは理解できるが、あまりトラブルにならないと良いのだがな。ジギー、分かってたんですね。これでも130歳だからな。年のコートでも思っておいてくれ。よう、戻ったぜ。早かったな。シオンを送ってきただけだからな。なるほど。ももちゃんは留守だったというところかな。邪推してんじゃねえよ。お前もやるか。この体じゃ回りが早いからな。やめとくよ。そうか。じゃあ俺もここまでにしておこう。長いな。今日のシオンどう思った？ケイオスのことを気にしていたな。ああ、まあ無理もないけどな。好奇心のないやつがベクターであんなプロジェクト任されるわけないんだろうし。もっともだな。俺たちがあえてそれを封印したのとは好対象だ。自虐的な言い方だな。アルコールのせいか？そういうことにしといてもらえると助かるな。俺たちがケイオスと出会った時のこと覚えてるか？ああ、ミルチア紛争の最中だったからな。もう14年になるか。彼もその間全く年を取ったようには見えない。お前と同じだな。別に俺と同じ力を持ってるって言いたいわけじゃないだろ。見た目を変化させない技術ならいくらだってあるわけだしさ。ああ、無論そうだ。こちらが追求されて困ることを向こうに問い詰めるわけにもいかないしな。それになんといっても俺たちがユーティック機関の存在を知り対抗するべく力を整えられたのも彼との出会いがあったからこそと言っても言い過ぎじゃない。正直あいつが何考えて未だに俺たちに協力してくれてるのか全然わかんねえけどさ。これまで俺たちの不利益になることをしたことは一度もなかったからな。別に損得感情だけで付き合う相手を決めているわけでもあるまい。似合わない言い方をしなくてもいいぞ。んだよ、やり返したつもりか？まあいいや。とりあえずシオンに関してはそんなに気にすることないと思うぜ。無意味な詮索するようなタイプにも見えないし。そうだな。お前の人物鑑定眼を信頼するとしよう。ケイオスの時と同じくな。ったくどこにいるんですか、主任。もうほとんどの店を見て回ったし。まだ一軒ある。おっ、なんだこの雰囲気。ファウンデーションにもこんな酒場があったのか。なんかよくわかんない煙やら匂いやらでクラクラしてきそうだ。いくらなんでもガイナン氏がこんなところに女性を招待するわけないよな。帰るか。おお、ベクターの兄ちゃんじゃねえか。その声はマシューズ船長？なんだよ。ファウンデーションに来たばっかでもうこの店見つけたのかよ。いやー、意外っすね。気に入ったっすよ。トニーさんとハマーさんも。
どうぞどうぞ。はい座って引っ張らないで。いいから座って飲めや。ベクターだからって飲めないってことはねえだろ。意味わかんないですよ船長。そんなにつがないでください。呼び出し。ちょっと待ってください。もしもし。アレン女キャラだな。女だろ。どこに行っちゃってるのよ。主任。今どちらに？どちらにってイライラすんだよ。自分の部屋よ。ほら、そうだよほら。データなんだか明日じゃまずいみたいだから。せっかく仕上げたのに。アレン君留守なんだから。届けてくれたんですか？僕の部屋まで？添付資料が多かったから送信するよりその方が早いでしょ。でもなんだかお楽しみみたいだし。それじゃあね。じゃあトニーもはいありがとう。せっかく主任が部屋に来てくれたのに。それよりデータが上がったってことはガイナン氏との食事をさっさと切り上げてくれたってことだよな。よかった。何？よかった？そいつはめでたい。めでたい時は脳に限るっすよ。ちょっと待って。いい飲みっぷりじゃねえか。持ってけ、もっと。おいトニー、酒をつけ下げよ。はいさそんなに飲めないですよ。アレン君が飲みに行くなんて珍しいこともあるものね。でもたまには羽目を外すのも彼にはいい気分転換よね。大体ですよ。主任はひどいですよ。僕の気持ちも知らないで。世間知らずなあの人がきっと女性の扱いも手慣れたもんであろうガイナン氏にうまく誘われてついふわふわふわとか言っちゃうんじゃないかって心配して人が一生懸命探してたっつうお前さん、そりゃ心配じゃなくて嫉妬っつんだ。嫉妬？なぜに僕があんな突然現れたやつに嫉妬しなくてはならんのですか？僕は主任がベクターに入社してきた時からずーっと見守り続けてきたんです。だいたいそれがいけないんだよ。女なんてのはね、船と同じ。優しく操縦してやる。間違っても操縦されるんじゃねじゃあルイザとアンナの時も操縦してたんすかね。お前そういうことバラしてんじゃねえ。誰すか。それにこの僕がいるってのにケイオス君なんか包容力があるとか言っちゃって、僕のこの溢れんばかりの包容力が気づかないくせに。ケイオスなんか船長、今ケイオスなんかとか聞こえたな。いやそのケイオス君なんかですが。なんだちだっていい。いいか、ケイオスのやつには俺たちは借りがあるんだ。お金ですか？違う、恩だ、恩。その恩人を目の前で何回呼ばわりされて、このマシューズさんが黙っていられると思ってんのか。始まっちゃったっすよ。酒まずくなるな。お二人とも助けてくださいよ。いいのいいの。もう3秒したら昔話始めっから聞いてやんな。運が良ければそれだけで満足するっすよ。運が良ければって映画、俺たちがどんなにでっけえ恩をあいつに受けてるか教えたる。俺たちがエルザを手に入れる前、オンボロだが気立てのいいゼンタって船に乗ってた頃だ。2年前かな。今も大して変わんねえが、
その時も仕事にあぶれててな。やっと舞い込んできたうまい話で意外なやつに災害したんだよ。遅くなってすみませんね。私が貨客船ゼンタの船長マシューズです。ご無沙汰してます、マシューズ船長。ご無沙汰ってどこかでお会いしたことありましたかね。こうお呼びした方が良かったですかね。マシューズ軍曹殿。軍曹？お前まさかヘルマン上等兵か。はい、またお会いすることができて嬉しいです、軍曹殿。そうか、お前か。いやー、見違えたぞ。そんな立派なスーツ着込みやがって。改変時の小汚いスペーススーツ姿しか知らなかったからな。軍曹殿が除隊された3ヶ月後でした。急に叔父の会社を引き継ぐことになってしまいまして。そうか、それで今はヘイズポーターサービスの若社長ってわけか。柄じゃないってこともねえな。いやー、似合ってるよ。おっと、こいつは失礼。クライアントに対する態度じゃありませんでしたな。よしてくださいよ、軍曹殿。新兵の時にあんなにご迷惑をおかけしたこと、まだ忘れてはいません。軍曹殿がいなければ私なんてとっくに戦死していたはずですから。オーケー、じゃあ帳消しといこうか。お前さんも軍曹殿はやめてくれ。マシューズでいい。わかりました、マシューズ船長。まずは商談を片付けるとしましょうか。そいつは俺たちにとって願ってもない話だった。わずかな資料とやらを運ぶだけで目玉が飛び出そうなほど高額な報酬が出る。ただし簡単な仕事というわけじゃなかった。無理は承知の上ですが、15日までにエリアデ政権に届けていただきたいのです。15日？あと1週間しかないじゃねえか。そいつは困難ではありますが不可能ではないと思います。腕のいいクルーと性能の良い船が揃っていれば。クルーには問題ない。俺が保証する。だが船がうちのヨボヨボゼンタじゃ。失礼ですがそのことは考慮しておりました。我が社が所有する船をお貸しすることが可能です。これがその資料ですが。おいおい、こいつはローエングリーン級の高速クルーザーじゃねえか。幸い今回の罪にはソフトウェアです。ペイロードは小さくても構わないでしょう。レンタル料は必要経費として組み込んでおきますが。そりゃあ助かる。何よりこいつのロジカルドライブをいじれると分かったらうちの連中泣いて喜ぶぜ。それでは引き受けていただけますか。ああ、任せてもらおう。早速クルーを引っ張ってこなくちゃな。くそー！何？もうやめた方がいいっすよ。うせえ！こんだけ負けが込んだまま引き下がれるか。3枚チェンジだ。来い。きたー！うわー！すげえっす！こいつイケイケっすよ！どうだ？エースとキングのフルハウス一発逆転だぜ。ごめん、4カードなんだ。2が3枚とジョーカーで。え？じゃあこれももらうね。だから降りた方がいいって言ったっすよ。言ってねえだろ。くそ、これで半年分の稼ぎがバカよ。もうこのくらいにしておこうか。おいトニー、アマ何やってる？ああ、船長。なんだこのチップの山は。もしかしてお前らこれ全部この坊ちゃんに貢いだってんじゃねえだろうな。そのもしかっすよ。情けねえな。おい坊ちゃん、こっから俺が引き継いでも構わねえよな。ちっとばかし急いでるんでレートは3倍だ。構わないよ。ただしなんか条件でもあるってか？坊ちゃんはやめてもらいたいな。僕の名前はケイオス。それがよ、俺たちとケイオスの出会いだったんだな。でも聞いてんのかおい。
聞いてます。聞いてますってば。ちくしょう。おいケイオスやら、もう一勝負だ。船長、もうやめた方がいいぜ。そうっすよ、勝てっこないっすよ。ここでやめたらどっちみち1年はただ働きだぞ。2年になるよりマシっす。もしよかったらこれまでの勝ち分と全部天引きってことで頼みを聞いてくれないかな。マジかよ。聞く何でも聞いちゃうっすよ。今日あなた方の船に新しい仕事が来たはずだよね。それを断ってほしいんだ。なんだよそれ。断る。船長でだよ、いい話じゃねえか。仕事ならまたいくらでも受けりゃいいだろお前らは黙ってろ。おいケイオス坊ちゃん、あんたその話どこで聞いたんだ？俺はまだ自分のクルーにさえ話しちゃいないんだぜ。あなたたちを救うためなんて言ったらかえって信じてもらえないよね。当たり前だ。人助けする上に賭けの勝ち分捨てちまうなんておかしなやつがどこの宇宙にいる。じゃあこうしてくれないかな。僕をエリアでまで1週間以内に送ってほしい。勝ち分はその運賃ということでどうだろう。20万光年を1週間だ。冗談じゃないぜ。本当にこれは冗談じゃねえな。今度の積み荷と同じ場所まで同じ期間でか。おい、あんた一体何考えてる？さあ、目的地に着いたら話すことができるかもしれない。ちくしょう、これ以上は交渉の余地もねえってか。あった、これが賭けに負けるってことだよな。トニー、ハマー、すぐ用意しろや。用意って、愛しのゼンタに本当にそんな無理させる気かよ。いいから港へ来い。お前ら二人とも腰抜かすような美女が待ってるぜ。さすが新型のロジカルドライブだ。いい音させてるぜ。おいおい、いくら嬉しいからっていきなりそっちで出航させんじゃねえぞ。分かってますよ。ハマ、出航許可はどうした？ちょい待つっす。ほいほいっと。はい来ました。いやー、端末も新型だとレスポンスいいっすね。ローエングリーン H074 出航するぞ。はいさあ、低温バーニアで微速前進開始。安全確認標識通過まで10秒。8、7、6、5、4、3、2、1、通過したっす。よっしゃー。さあ、新型推進機を試してみるとするか。ロジカルドライブ起動。さすがにすっげえ加速だな。こう来なくっちゃ。まあ、お客さんはどうしてる？完成制御を最低レベルにしてますからね。一次加速が終了するまでは選出で伸びてるんじゃないですか。そうだな。手が空いたら様子見に行ってやれや。わっかりました。おっと、加速がいきなりだね。対峙シートは戦況にしかないはずなのに乱暴だな。まあ僕が貨物室にいるなんて船長たちは知らないはずだからしょうがないか。さっさと終わらせてしまおうかな。積み荷はソフトウェアって聞いてたけど、目録だと教育用資料一式になってるね。中身の閲覧はおっと、履歴が残るようになってるんだ。じゃあもっと上位からの割り込みで。思った通りか。でもここまで危険な代物とはね。とりあえず船長たちに気づかれる前に船室に戻らないと。ケイオスが俺たちに隠れて積み荷を調べてたなんて、その時は知る由もなかったさ。
実際目的地を目の前にするまでは何の問題もない順調な航行だったんだ。いやー、順調そのものっすね。そりゃあ船の性能と操舵士の腕両方揃ってるからな。問題なんて起こるわけねえよ。このままならリミットまで24時間以上残して到着できますよ。おい、そろそろ次の転移ゲートだろ。 UMN パルスちゃんと受信できてんのか？問題なしっす。なんだ、こんなとこで通信だと？双方向通信ですね。時差も1秒以内。音声出力します。こちらは連邦警察 UMN 機動警備隊700-604号。機船の戦績を明らかにされたし。こんなとこで連携がよ、めんどくせえな。こちら貨客船ローエングリーン H074 船籍ナンバーを口頭にて申し上げる。 D○○2A387661 航行予定は19日付にてサザイヤの UMN 管理センターに提出済み。以上。ローエングリーン紹介を完了した。積み荷はソフトウェアと乗客1名とあるが間違いはないか？間違いありませんぜ。それでは積み荷の臨検を行う。臨検？なんだってそんなこと。臨検はオンラインにて行う。ネットワーク構築のパスを転送せよ。まあ乗り込んで来られるんじゃなきゃまだいいか。こちらローエングリーン了解した。通信終了後転送する。協力を感謝する。おいハマー、面倒だがしょうがない。ネット構築の準備してくれ。了解っす。おお、ケイオスじゃねえか。船長、臨検が始まったようだね。ああ、まあ今回はやましいところのない仕事だから何見られたって構わないがな。船長、連携はこちらを拿捕しようとするはずだ。脱出する準備をした方がいいと思う。拿捕？おい、一体どういうことだ？ハマー、気をつけて。ネット構築したところから制御系への侵入を図ってくるはずだよ。そんなの現行犯か永久令状がないと。ああ、本当に来た。おいハマー、今コントロールを片っ端からブロックしてます。やっべえ、あと3秒遅かったらアウトだったっすよ。トニー、次は物理的に進路を塞いでくるよ。出して。船長、いいっすか？よくはねえが、拿捕されて余計な腹まで探られるのはもっとよくねえ。やるトニー。あいさー。こちらは機動警備隊700-604号。ローエングリーン H074 へ次ぐ。機船には非合法品の密輸に関する嫌疑がかけられた。非合法品だ？ってどういうことだ？積み荷はただの教育用プログラムだぞ。違うよ。なんだよおい、どういうことだ？出航直後に調べさせてもらったんだ。あれは UMN を通して脳内物質を撹乱するプログラムだったんだ。デジタルドラッグか。一体何だってそんなものが。この仕事、クライアントはヘイズポーターサービスだったね。そうだ。その会社は僕が追っているある組織が非合法活動を行うためのダミー企業なんだ。ダミー企業だ？船長たちは利用されたんだよ。そんなバカなやつは。ヘルマンはそんなやつじゃねえんだ。いや、そもそも俺たちをはめてやつに何の得がある？その人個人ではなく属している組織の利益を追求したんだろうね。彼らは今あるものを運ぼうとしているんだ。一体どれが本命でどれがダミーかはわからない。だから僕たちも分担して片っ端から調べていたんだ。僕らってお前一体。ごめん船長、これ以上話すことはできないんだ。くそ、その組織もお前たちも同類だ。善良とは言えないかもしれんが、控えめな悪しかやってない俺たちを巻き込みやがって。そもそもそいつらは何を運んでるって言うんだ？
エミュレーター。船長やばいぜ、連携がどんどん応援を呼んでやる。おとなしく自首した方が。なことができるか。ライセンス取り上げられてみろ。明日からどうやって食ってくんだ。くそヘルナ、お前本当にこの俺を。船長、さっきこの船の戦績は伝えたんだよね。ああ、船長たちのライセンスは照合された？そうか。俺たちはこの船の正規の乗組員じゃねえ。この場を乗り切れば俺たちがやったってことはわからねえぞ。無理っすよ。どうやって連携から逃げ干せるんすか。そこをなんとかするんだよ。ハマー、 UMN ゲートまでどのくらいある？時間にして。減速を最小限にすれば500秒はかからないけど。500秒あれば UMN の存在情報に細工することができるんじゃないかな。細工って？ゲートの近くにいて質量が近い船とこのローエングリーンの情報を交換してしまうんだ。そうすりゃ連携は俺たちの代わりにそっちの船を追っかけるってわけか。おいおい、そんなの情報の履歴を見りゃ一発で解散が分かっちまうぜ。大丈夫。 UMN の情報を書き換える寸前に巨大な電磁パルスを発生させれば履歴に空白の部分を作ることができるはずだよ。電磁パルスったってんなもんどうやって。これを見て。こいつはゲート近くに停止してる無人の物資集積所っすね。この船からの距離は1300ってところかな。これをリモートコントロールで爆散させてしまえばいいんだ。可愛い顔してとんでもないこと言い出す坊やだぜ。ますます俺たちの罪重くなっちまうな。罪も何もそんなことできるはずないっすよ。あんなれっきとした企業体の所有物に500秒もなかった400秒ちょいで侵入するなんて。侵入する必要もないし罪にもならないよ。所有者の許可をもらえばいいのさ。所有者の許可って。おい、あれは空海ファウンデーションの所有物なんだ。僕なら許可を60秒でもらうことができる。こちらは機動警備隊700-604号ローエングリーン H074 へ次ぐ。停戦せよ。力ざれば武力を行使せざるを得ない。やべえ、連携のやつら本気で攻撃してくるぞ。船長、くそ、選択肢なんかありゃしねえじゃねえか。好きにしてくれケオズ。分かった。ハマーは書き換えの準備をお願い。了解っす。撃ってきやがった。これは威嚇射撃である。ケイオス君、こ速やっちかなる投は準備よ降をしっす。期待する。しまった。こんなのが来るとはな。おい、どうした。やっぱ無理だったのか。いえ、爆破する許可はもらえたんですけど代わりにこれが。見せろ。だと請求書。物資集積所並びに物資の損害金、それらを運用することで得られたはずの利益の一部分ってとこだね。こうだねじゃねえだろ。とこだねじゃ。一体ゼロがいくつ並んでんだよこの数字は。船長、もうこれ以上避けられねえぜ。船長、船長。ちくしょう、請求書がなんだ。まとめて持ってきやがれ。集積所の爆散を確認。電磁パルス発生。 UMN 情報の書き換え完了っす。ゲートへ突っ込めタニー。あいあいさ。おいトニー、ハマーなんだよ、二人とも潰れちまったのか。
もう朝じゃないですか。僕はすっかり酔いが冷めちゃいましたよ。ああ、それよかった。でも結局今までのお話って確かにケイオス君のおかげで助かったのかもしれませんけど、借金もできちゃったんじゃないですか？ごっつい借金が残ったぜ。だがな、ケイオスに助けられたのはそれで終わりじゃないんだ。まだまだ話はあるんだぜ。わかりました、わかりましたよ。僕ももうケイオス君を見くびったりしませんから、この辺で勘弁してくださいよ。そうだな。俺も眠くなってきたし、今夜はこの辺にしといてやるが。今夜はって。そうだ。残ったのはな、借金だけじゃないんだぜ。は？何か得るものもあったんですか？俺の愛しいエルザよ、お前のバディは最高だ。びっくりした。もういきなり。そのエルザさ、置き去りにしてきちまった老いぼれゼンタの代わりに、俺たちはローエングリーンを自分の船にしたのさ。空海ファウンデーションが新しい船籍を手に入れてくれてな。ああ、それであんなに設備のいい船を使ってたんですか。おう、いつか借金を返し終えてヘルマンの野郎に一発かますまで、俺たちは愛しのエルザで稼ぎまくるのさ。 I've been watching you a while since you walked into my life. Monday morning, when first I heard you speak to me, I was too shy to let you know, much too scared to let my feelings show, but you shielded me, and that was the beginning. Now at last we can talk in another way, and though I try, I love you
どうしたヘルマン異端審問官。失礼いたしました、ペレグリン氏。昔の知人の声が聞こえたような空耳でした。いけないな、ヘルマン。ペレグリン氏に拝謁できる貴重な機会だというのに。よいリハルト、お前たちにはこれから2人で働いてもらわなくてはならない。あまり揉めてもらいたくはないな。揉めるなど恐れ多くも考えがたいことです。ならばよい。ではお前たちにターゲットを確認しておいてもらおう。この映像を見ておきなさい。これは少女ですか？人ではない。お前たちのターゲットは百式レアリエンだ。